テックスグリード。でも今回はジョイフルで楽しげなデッキ構築型アクションリアルタイムストラテジー。愛らしいキャラクターたちがアリーナでしのぎを削る戦いをするぜ。非同期通信による世界ランキングバトルもそのうちできるらしいし、今から練習して世界一位を目指すぞ。競技人口少なそう。こらこら。んなわけでゲーム開始したら、プレイヤー人数が選べるみたい。それじゃ私も一緒にやるか。コントローラー探すのめんどいから今回は私一人でやります。どうやら体験版のステージは4つだけみたいなので、とりあえず1から順にやってきましょ。バトル、始めー。さあどっからでもかかってこいやー。ふむふむ左クリックで移動、ホイールでズームドラッグで視点か。操作めっちゃ楽なカジュアルゲーだな。操作方法理解完了、攻撃開始だー。敵に突っ込めー。なんか青いの出たな。攻撃範囲かな？コマンダーである私は遠距離攻撃が可能。後ろから弓で攻撃する感じかな？コンときた。ユニットは傷つくと逃げてきます。ヒールで回復してください。おっと回復もコマンダーのお仕事なのね。ではアイコンをクリックしてホイットヒール。ヒール欲しいな。あらキャラから吹き出し出て喋ってるのかわいい。ほうこれも青い円の中が回復範囲みたいだな。活目してみよ。私のこの華麗なる弓術を。背後から雑魚敵を一方的にいる武士の風上にも受けぬ所領。いや私武士じゃないし、今はコマンダーでRR。おっと今度はボムなるものが出てきたぞ。じゃちょいっと後ろに下がって使ってみようかな。アイコンクリックで起動か？ワールド。まさかの時間を止めての範囲指定。ボーン、ボス吹っ飛んだぜ。ナイスー、その調子でキングを倒してください。心得た。敵キングの HP はあと半分ってところだな。ならばキングは後回しだ。先にお付きの敵級兵を沈めるぞー。ドテッパラに矢を受けながらもソードマンが耐えてる。今のうちにやっちまえー。うらー、連射だー。なお攻撃は射程に入ると自動で行われます。よし敵級兵撃破。よく耐えたソードマン、ヒールしてやろう。ナイスヒール。これにはソードマンも思わず小躍り。あらかわいい。ではとどめのボムだ。くらえー。ヒーハー、地獄で懺悔しな。これでバトルエンドだぜ。イエーイ、勝ち時をあげろー。歓喜の前。今回の4ダメージ MVP はラビットさんでした。お前の操作してたコマンダー3位じゃねえか。私はヒールやボム使ってたからそれでいいんだよ。ソードマンだって肉壁で貢献してたし。すまん。じゃあお次のステージにレッツゴー。ダンジョン、カードを手に入れて戦略的なデッキを構築してください。ほうキングを倒すとデッキが持ち帰れるってよ。ふむ戦って強化してくステージかな？バトル、始めー。白霊レイム、押して参る。と言いつつ初手からボムを放つけど。いやボムって爆発まで少し間が空くけど、射程とかないっぽいから使わないと損じゃん。それに使った後は連打とかできない仕様っぽいから、なるべくチャージが終わったら撃ちまくるのが正義かと。この手の魔法はすぐ使うのも戦術の一つとしてありかもだな。おっとあの宝箱っぽいのがボスか？突っ込めー。お宝をゲットするのだー。ド派手な爆破とともに敵ソードマンっぽいの撃破。ボムチャージ完了。目標敵アーチャー。私の魔法を食らうがいい。ってうらー。ボスジャンプしてきたー。その後ろでは華麗にボムが炸裂。よし今のうちにボスを落とせー。撃てー。完成とともにボス撃破成功。なんか出てきた。これがキングを倒すと出てくるとかいうデッキってやつかな？追加のソードマンか魔法のサンダーか。じゃとりあえずサンダーにしましょ。そしてしれっとさっき MVP だったラビットが敵アーチャー1体撃破。さあ残るは1体、かかれー。無慈悲な猛攻にあえなく爆散。次のウェーブは3秒後です。なお、デモ版は5ウェーブまでとなります。なるほどこの感じでウェーブ進めてけばいいって感じね。ホラガイの音とともに敵登場。さあ第2ウェーブの始まりだー。でしばらく戦いキングユニットを撃破し、追加でカードゲート。今度はバリスタなんてのも選べるみたいだ。まあとりあえず今回はソードマンで、てか初見プレイなんで何が強いかわからんし。9ユニット甲高い音とともに、ワープゲートからソードマン登場。さあどうしよう、共に戦場を駆け回らん。肉壁は任せたぞ。さてなんやかんや敵を倒しあとはボスっぽいやつだけだぜ。そういえば使うの忘れてた、サンダー。仲間もろとも電気ショック。ごめんよごめん。味方ブチギレててくさ。次のウェーブは3秒後です。第3ウェーブ、始めー。今度は敵8体か。数で負けてるがひるむな。行くぞー。こちらの人数は5体。この戦い生き残れるかな？左側に集まれー。右の敵がこちらに近づく前に左のやつを削るぞ。そしてヒールなどを使い前線を維持しなんとかキングユニットを撃破。さてカードはどれを取る？今回はソードマン以外にもナイトとローターが選択可能。ローターも気になるけど普通に強そうなナイトにしましょ。
どうやらナイトはソードマンより攻撃力は低いが、その分 HP がちょっと高いみたいだぜ。こうして我々は6体になり、数的不利も覆し圧勝モード。やったー、やれやれやれー。私こそが真の30無双だー。こらこら。くらえさんだー。残すはデカブツだけだ。物どもかかれー。くらえジャンプ攻撃。味方もさっきお前に放ってた必殺技でボス殴っとるな。次のウェーブは3秒後です。あれまだ敵生きとるぞ。気づいてなかったけどこれどうやらタイム制限もあった模様。そういう仕様もあったのか。火力の低いデッキを構築しちゃうと、殲滅が遅れてウェーブが進むにつれて自利品になるかもね。倒しきれず敵がどんどん増えるのはヤバそうだな。で、キングユニットを撃破しカードセンターアーク。今回はアーチャー。君に決めた。遠距離攻撃してくれる仲間が増えたね。やったね。戦いにも慣れてきて特に苦戦することなく完勝。安定の早送り案件。ナイスー。完全回復して時間を進めます。ここまで脱落者はいないな。次が最後のウェーブだ。気を引き締めよう。第5ウェーブ、始めー。キングユニットが出現しました。あれカードドロップするのがキングユニットかと思ってたけどこいつがキング？戦闘中にもらえたカードと戦闘後も使えるカードとかあるのか？ようわからん。これでも版だから、その辺ぼんやりしてる感じかもしれんな。私の予想だと製品版ではダンジョンでカードを集めてデッキを強化。そんで自分の最強と思うデッキを構築して、ランキングバトルするゲームなんじゃないかな。カードのレベルなんて要素もちら見えしてたし、デッキ構築は色々といじれる感じになるかもな。していきなりレベルアップのカードが来たー。取り負けんのやつをレベルアップ。近接キャラの HP と ATK が 10% アップだ。そして華麗なる私の魔法と近接ゴリ押しで、最後はキングもフルボッコ。結果誰一人かけることなく、5ウェーブを生還することに成功した。歓喜の前。今回も MVP はラビットさんでした。私は2位か。ラビット強いな。部下に勲功を譲っただけであります。謎の見栄を張るな。ほいじゃ3番目のステージ参りますか。アリーナ、ダンジョンで構築したデッキを用いて 13vs13 のアリーナバトルを行います。これはお前の采配が試されるな。アリーナでは敵ユニットの性能は味方と同等であり、敵のキングユニットはヒールなどの魔法を使います。よろしい同レベル帯との戦いか。これはコマンダーとして負けられぬ。皆私に続けー。てか全員お前そっちのけで突撃してるけどな。そんなドンマイ。もう、みんな言うこと聞けー。とりあえずボスを叩け。頭を倒せば大体のもんは倒れー。指示いい加減だな。乱戦じゃー。とにかく目の前の敵を倒せー。戦場がぐっちゃぐちゃでよくわからない状態で、実況するのが難しい早送り案件。ヒールで回復しっかりしてれば多分勝てらー。アリーナは時間制限ないからそういう戦い方もありかもな。そしてなんやかんやあったもののボスの集中攻撃に成功し無事撃破。なんやかんやで片付けられるボスは我。てかやっぱボス倒せば雑魚残ってても勝利になるのね。だな。今回の MVP はコマンダーレーム。やったー、初の MVP だー。よかったな。ならばいざ参らん、最終ステージへ。アリーナハード、体験版スペシャルエディション、強敵とのバトルをお楽しみください。ここまで1名の脱落者も出さずにここまで来た私、このままハードも初見でクリアしてやるぞー。ここまで来たらパーフェクトゲームで優秀の美を飾ろうぜ。などと言い切ってみたもののボスが固く、仲間が一人また一人と脱落していった。ヒールが間に合わなんだ。よく見ると HP のバーがやたら短くなってる味方もいるから、ヒールの制限かデバフがかかってそうだ。これは今までの戦いとは違いぬるい戦いではなさそうだ。さすがハード難易度。味方が全員やられた。私は最後まで諦めない。一人でもやってやるどー。皆の弔い合戦だ。一人で無双して貴様ら全員地獄送りだー。あばばばばばー。白霊霊夢、奮戦虚しく爆散。糸かなし。敵の大型レックスとやらにめちゃダメージ与えられたみたいだ。ボス狙いで突っ込みすぎたのが敗因かな。次は負けんぞーと意気込んで再戦するも見せ場もなく爆散。アリーナハード結構難しい。これ味方を強化しないと勝てないんじゃないと思い、トップページからカードリストを拝見。どうやらこのメニューは強化じゃなくて、カード見れるだけっぽいな。これ陛下によって射程距離設定あるのか。ならばさっきダメージ食らいまくったレックスの射程範囲外で戦えば勝てるのかも。なるほど。よっしゃー、リベンジだー。それでは何度か目のアリーナハード、始めー。みんなよく聞け、レックスの長距離攻撃は脅威、なるべく引きつけて敵と戦うのだー。
全員聞いてねー。除突猛進で突撃で草。うおらー、サンダーでも食らえー。じりじりに戦うな、固まって戦え。まずは左に集まって敵左を集中攻撃するぞー。ヒールが欲しい奴はコマンダーに続けー。よしヒールに釣られてこちらの部隊が左に寄ってきた。大敵が雪だるまになってるぞ。サンダー、凍ってる敵はサンダーの効果が上がるであります。ダメージ 1.5 倍ってところか、こういうのもあるのな。おっしゃー、敵1体撃破、この調子で1体ずつ削るぞー。おっと仲間が怪我してる、ヒール。コマンダー攻撃に回復に結構忙しいな。レックスの攻撃が来るぞー。その場を離れろー。うおー、えげつない爆発。なんとかこれをかいくぐって敵のキングを撃ち取るのだー。ひるむな、気持ちで負けるなー。押せ押せ押せー。そしてしばらく膠着状態の早送り案件。敵雑魚一体、撃ち取ったりー。なんとか今回は今のところ脱落者なしで戦えてるな。攻撃魔法よりヒールを優先して仲間に戦わせる方式で頑張ってるよ。はいヒールするからみんな下がってー。しかし思いは届かずここで一人脱落。おのれー、許さんぞ、仲間の仇だー。こうしてこの後は泥仕合と化し、一進一退の拮抗したバトル展開に、敵の後半に攻撃を受けてはヒールを、そして隙を見てはサンダーを放つ王鵬の戦い。敵の数がじわじわと減ってきたが、こちらの兵力も少しずつ減ってきてる。戦力が拮抗したギリッギリの白熱する戦場。みんな、踏ん張れー。敵は打開寸前ぞ。この窮地を乗り越え戦いに勝利するのだー。敵キングの取り巻きもあとわずか、勝利は目前だ。頑張れー。残りはあと4体、総攻撃だ。かかれー。ゴー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 敵キングを集中攻撃。とどめの時間だ。おっとレックスの攻撃来るぞー。回避ヒールの範囲に入れー。コマンダーも戦場に慣れてきてヒールを使い味方を誘導する小細工をシュート多く。よっしゃー、最後の取り巻きも撃破、キングにとどめをさせー。こうして何回かやり直すことになったがなんとかアリーナハードをクリアすることに成功したのだった。勝ち時をあげよ、かーったどー。歓喜の舞。こんな感じのタクティックスグリードでしたがいかがだったでしょうか？シンプルだけど白熱する面白いゲームだったぜ。任天堂スイッチ版の配信も予定されてるみたいだし、意外と人気出るかも？製品版になってデッキの構築やらレベルアップとか育成要素の出来によってはハマる人多そうだぜ。面白かったし今後に期待の作品であります。だな。じゃこんなところで今回はここまで。面白かったと思ってくれたらチャンネル登録お願いするんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。